皆さんお久しぶりです。時間和代です。今日の話は何かと言いますと、歩くときに一番大切なことです。歩くときに一番大切なことは、締めるということです。それはあらゆることを。はい、これも一番大切なことです。で、例えばですね、このバックパックのですね、このね、ショルダーの部分を締める。で、あとは靴ですね。そういう靴の紐を締める。そして最後は、口を締める。口を閉めて鼻呼吸をする。はい。それだけで歩くことがものすごく楽になります。で、これ答えは簡単でして、どういう理屈かと言いますと、閉めることによって、やっぱりブレなくなるんですね。全くブレなくなります。ブレないことによって、ブレているとこうやって歩くときにですね、こう細かな揺れが反復で長時間続きますので、それが複数回重なって、長時間重なっていくと、疲れるということが起きてきます。ただ、そこで締めることによってブレを最小限にする。そうするとですね、固まった状態で歩くことができるので、疲れません。疲れにくくなります。で、大体こういうバックパックというものは、締められるようにできています。で、大体ここの部分とですね、ここの部分ですね、ショルダーの。ここをですね、適切に締めていくと。それが大事になってきます。で、やっぱりどうしても、締めると、ちょっと堅苦しいなっていうところがあって、大体こうみんな緩めにしてね、歩き出すと思うんですけど、だいぶね、それでこう疲れてくるので、途中でもいいので、途中でももうしっかりね、締める。とにかく締める。で、大体この、ウルトラライトのバックパックっていうのは、この上に重心が来るように作られてますので、大体。なので、結構締めることに、このね、首の距離をね、なるべく近づける。で、まあ、サイズが合っているってことも重要なんですけど、ここを近づけるだけでかなり楽になります。で、重さの比重が上に来ることによって、長時間歩いても疲れにくくなります。はい。なので、ここを締めるってこと。で、もう一つはここですね。ここの部分を、このショルダーの部分をキュッと内側に入れることによって、この後ろ側の安定性も増します。なので、ここもね、ちょっと締めてみてください。で、どちらかといえば、もう結構限界ぐらいまで締めて、それから緩めるぐらいにした方が、調整した方がやりやすいですね。で、まあ、締め方の加減がわからない人は、だいたいもうカッチカチにね、締めてみて、そこから少し緩めるみたいにして調節すると、うまくいくことがあります。あとは、バックパックのパッキングなんですけど、これもですね、結構中をぎゅうぎゅうに固めて詰めた方が、一つの塊ができて、バッグの中で荷物がぶれないので、歩きやすくなる要因になります。だからもうすべてを詰めていくってこと。バックパックの中も締めて、で、さらに背負った時、背負った時に、このベルトなんかも締める。そういうことですね。それによってブレがなくなって疲れにくくなります。で、もう一つは靴です。大事なのは靴ですね。で、私が履いているこのビボベアフットのプライマストレイルニット。これがですね、これは結構スリップオンタイプなので、割とね、街で履くときは緩く履けます。で、簡単に履けるし、脱ぎ着できるので、すごく楽なんですよね。ただそのまま山に入ったりとか、あとは長時間の散歩をするときには、ちょっとね、緩すぎる場合があるので、ぎゅっとこの紐の部分を締めてあげる。で、なるべく足の甲に沿って、靴がぴったりと密着するような形を作ってあげると、ものすごく履き心地が良くなります。で、歩きやすくなります。で、どうしてもやっぱりこういうスリップオンタイプとか、簡単にクイックシューレースみたいな靴がありますけど、そういうものほど、なかなかね、皆さん多分締めるのを忘れがちなんですよね。緩いままそのまま行っちゃうんですよ。もうこれをもう締めるだけで、明らかにその歩き方とか気分が変わってくるので、ぜひですね、靴の紐をしっかりと締めるということをちょっとやってみてください。で、この靴に関しても、こういうね、ビボベアフットのこういうタイプは、なるべく最初きつく締めてあげてもいいと思います。もうきつくぎゅうぎゅうにカチカチに一度締めてみて、で、それで歩いていって、で、ちょっと痛いなとか、甲が当たるなみたいになった時に、少し緩めて調節してあげる。そしてまたそのまま歩き続けるっていう風にすると、最適なフィット感が出てきて、で、とても簡単に、そして楽に歩くことができるようになりますので、ぜひですね、靴紐も
シューレースも締めるっていうことを意識してみてください。ただこれだけで本当に変わります。そして最後は口ですね。私こうやってもうペラペラ喋ってるわけですけども、口を閉める。これが最後、最も疲れない歩き方につながってきます。で、口を閉めてなるべく鼻呼吸する。ひたすら鼻でずっと呼吸しながら歩いていく。これだけで全然疲れ具合が変わってきます。で、これは走る時もそうなんですけど、口で息をしなければならないくらい、ちょっと呼吸が上がってきたら、それはペースが速すぎるっていうことなので、鼻呼吸だけでずっと歩き続けられる状態が一番ベストで、そして心地いいです。そしてさらに良いことは、鼻呼吸することによって脳内が覚醒して、ちょっと瞑想状態に入るっていう、そういう効果もあります。で、もう一つは、自然の中のこういう森とかですね、水とかですね、マイナスイオンが存在するかわかりませんですけども、そういうものが鼻から入ってきて、自然のですね、美味しい空気を十分に味わうことができると。口で味わうよりも鼻で味わう方が、すごくですね、ここ中に入ってくる感じがするので、一石三鳥ぐらいの効果があります。ぜひ口をしっかり閉めて鼻で呼吸するっていうことを意識してみてください。そういうわけで今日は歩くときに最も大切なこと。それはバックパックをもう閉める。で、まず中のパッキングも閉める。そして靴紐を閉める。そして口を閉める。これだけで長時間楽に歩き続けることができます。で、これは山でも散歩でも街中でもバックパッキングの旅でもどこでも通用してどこでも使うことができますので、ぜひですね、皆さんも意識して一度試してみてください。では、森の中から時間和代がお送りしました。また次の動画でお会いしましょう。